今回はスパイクのジャンプについて解説していきます。突然ですが皆さんはスパイクを打つ時の両足ジャンプの仕方は右足と左足で全然違うということをご存知でしょうか。足の向きが違うとかそういうことだけではなく、本当にまるで違うジャンプなのです。それを知らなければどのようにジャンプを改善すべきか、またどのようにトレーニングをするのが効果的なのかを具体的に考えていくことはできません。ジャンプ力を上げたい、左右の足の使い方や腕振りのタイミングがわからない、ジャンプで足が痛くなるという方や指導者の方にはぜひ最後まで見ていただきたいと思います。スパイクの科学ジャンプ編、全く違う左右の足の使い方、筋肉や腱の特徴を生かすジャンプとは、なぜ左足のつま先を内側へ向けるのか、腕振りでジャンプ力を上げる方法とは、左足着地は悪なのか。では早速いきましょう。まずはジャンプの踏み込みで足を斜めにつく理由となる起こし回転という現象について説明します。この棒をまずは上から勢いをつけて落としてみます。反発して少し弾みました。では今度は横から斜めに着地させてみます。どうでしょうか。こちらもほぼ同じ速度で投げるようにしましたが、先ほどと比較するとかなり高く跳ね上がったのがわかります。ボールを弾ませるのと違って上からよりも水平方向に進みながら斜めに着地することで回転しながら高く跳ね上がります。これが起こし回転です。起こし回転には主な特徴が3つあります。進むスピードが速ければ速いほど高く跳ね上がります。そして上から落とすよりもできるだけ地面と平行に進みながら着地した方が上昇するエネルギーが大きくなります。また傾きの角度はこのようにまっすぐに近くても傾けすぎてもうまく跳ねません。ちょうど良い角度が存在します。簡単にまとめると、できるだけ速いスピードでできるだけ地面と平行に進み、角度を45度に近づけた方がより大きな上昇力が生まれます。ちなみに物理的には地面と平行に進みながら斜め45度で着地するのが良いのですが、人がジャンプをする際は腕振りなど他の要因もありますので、足の角度は50から60度くらいが飛びやすいようです。起こし回転を利用した陸上競技といえば走り高跳びでしょう。助走から斜めに足をつき飛び上がります。先ほどの起こし回転の棒と動きがそっくりです。また棒高跳びのしなる棒もこの原理を利用して棒をしならせ上に飛びます。走り高跳びと棒高跳びでは棒がしなる分飛び上がるまでの時間差がありますが、どちらも助走のエネルギーをジャンプをするためのエネルギーへ変える起こし回転を利用しているのです。では起こし回転を踏まえた上で実際の動きを見てみましょう。バックアタックが強烈な迫田選手のフォームを見本にしていきます。バックアタックは通常のスパイクよりもジャンプが前に流れるように飛ぶため、若干足の角度が変わりますが、基本的な動きは同じです。通常スパイクとバックアタックの違いについてはまた後ほど解説しますが、まずは全体の流れとして見ていきたいと思います。ではまずは助走から。右利きであればジャンプに入る前のこの左足の一歩でできるだけ速く、そしてできるだけ地面と平行になるように低く遠くへ踏み込みます。これは起こし回転を利用するための動きです。そして右足はかかとから踏み込み、股関節と膝を90から100度くらいまで深く曲げジャンプをしているのがわかります。スパイクジャンプにおけるこの右足の使い方は棒高跳びの棒のようなイメージです。助走にブレーキをかけ、右足の膝関節を曲げていきながら踏ん張りジャンプをするためのエネルギーへ変えるイメージです。次に左足に注目してみます。着地の足の角度は約55度で起こし回転にちょうど良い角度です。股関節と膝は軽く曲げてつま先側で着地しますが、着地の瞬間は股関節や膝関節はほとんど曲げずにジャンプしているのがわかります。大きく関節を動かす右足とは違い、左足は着地で膝が曲がることはあまりなく、硬い棒のように一瞬で弾みます。これは左利きの西田選手のスパイク。こちらは石川選手です。
足が地面についている接地時間に注目すると、どの選手も右足は約 0.35 秒、左足は約 0.15 秒です。右足は左足よりはゆっくりとしたジャンプとなり、左足は一瞬でジャンプをします。この特徴から僕は右足を低速ジャンプ、左足を高速ジャンプと呼んで指導しています。便宜上、この動画内でもその名称で説明していきたいと思います。簡単にまとめると、右足はかかとから踏み込み、膝を深く曲げ、接地時間の長い低速ジャンプ、棒高跳びの棒のようなイメージです。そして左足はつま先側で接地し、膝をあまり曲げず、接地時間の短い高速ジャンプ、走り高跳びのようなイメージです。この左右の足の使い方が違うことによって、筋力だけではなく技術も必要な奥深い動作になっているのです。ではさらに、この足の使い方について筋肉や腱の特徴から説明していきます。ジャンプ動作に大きく関わる筋肉の作用を見てみましょう。大臀筋は骨盤から大腿骨までつながっていて、股関節が曲がっていくと筋肉は引き伸ばされます。そして大臀筋が収縮すると、このように股関節は伸びます。もも裏の筋肉であるハムストリングスは骨盤から膝下までつながっていて、この筋肉も股関節が曲がっていくと引き伸ばされます。そしてハムストリングスが収縮すると股関節は伸びます。ももの前側の筋肉である大腿四頭筋はこのようにお皿を介して硬い部のすねの骨までつながっています。そして膝が曲がると筋肉が引き伸ばされ、大腿四頭筋が収縮すると膝関節は伸びます。ふくらはぎの筋肉である下腿三頭筋は筋肉の下の方がアキレス腱となってかかとまでつながっていて、足首がこのように曲がると引き伸ばされます。そして下腿三頭筋が収縮すると足首も伸びます。アキレス腱の組織は筋肉と比較するととても硬く、ものすごく硬いゴムのようなイメージです。本当に硬いので、かなり強く引っ張らないと全然伸びないのですが、強い力で引き伸ばせばかなり強い力で戻ろうとします。まさに硬いゴムが縮もうとするのと同じようなイメージです。厳密にはもっとたくさんの筋肉や腱が関わっているのですが、メインとなるのはこれらの筋肉や腱になります。そして筋肉や腱には伸長短縮サイクルというとても面白い特性があります。これは力が入りながら筋肉や腱が引き伸ばされることにより、通常の 1.2 倍から 1.3 倍ほどのパワーを発揮できるというものです。このパワーアップには主に筋肉が働く仕組みと主に腱が働く仕組みがあります。主に筋肉が働く伸長短縮サイクルは垂直跳びで実感することができます。こんな感じで膝を曲げたところからジャンプするよりは、このように曲げ伸ばしをした方が高く飛べると思います。伸長短縮サイクルを利用し、一時的に筋力が強くなったタイミングでジャンプするので高く飛べるのです。それから最大筋力を発揮できるのは、筋肉に力が入り始めてから 0.35 秒はかかるというのも特徴の一つです。そして主に腱が働く伸長短縮サイクルは縄跳びのジャンプのような動きです。この着地の瞬間は下腿三頭筋に力が入りながら、着地の衝撃によって足首は曲がります。つまり下腿三頭筋は収縮してアキレス腱をこっちへ引っ張りつつ、足首は着地の衝撃でこちらへ曲げられることにより、アキレス腱はこっちへも引っ張られるわけです。それによりアキレス腱は引き伸ばされ、ゴムのように縮もうとします。その腱が縮もうとするエネルギーをジャンプに利用するのです。そしてさらに腱が引き伸ばされると伸長反射という働きが生じます。皆さんはこの検査をご存知でしょうか？室外腱という腱を叩き
膝がぴょこんと伸びる様子を見る検査です。膝外腱は横から見るとこのようになっていて、大腿四頭筋からお皿を介して硬い骨につながっています。ちなみに硬い三頭筋とつながっているのがアキレス腱、大腿四頭筋につながっているのが膝外腱です。このように足をリラックスさせ膝外腱を叩くと、このように引き伸ばされます。叩くことによって腱を急激に引っ張ったのと同じ状態にするわけです。すると体の防御反応で勝手に大腿四頭筋が収縮します。この反射のスピードはとても速くて、叩いた直後に大腿四頭筋が収縮し膝が伸びます。この腱が引き伸ばされるとつながっている筋肉が一瞬で収縮するという働きが伸長反射です。つまり腱が引き伸ばされると腱自体のゴムのような弾性によって縮み、伸長反射によってつながっている筋肉も一瞬で縮むわけです。この主に腱が働く伸長短縮サイクルは主に筋肉が働くサイクルよりもスピードが速く、約 0.15 秒で爆発的に力を発揮できるという特徴があります。では筋肉や腱の特性を知った上で、再び左右の足の使い方について考察します。右足の低速ジャンプは着地の瞬間から大臀筋、ハムストリングス、大腿四頭筋、下腿三頭筋に力が入りながら引き伸ばされます。そして筋肉がメインとなる伸長短縮サイクルにより、それらの筋肉は通常の 1.2 から 1.3 倍の筋力を発揮しジャンプします。そして左足の高速ジャンプは股関節と膝は軽く曲げ、しっかり力を入れて関節を固定した状態でつま先側で着地します。その瞬間、下腿三頭筋の収縮する力により、この方向へアキレス腱は引っ張られたまま、着地の衝撃で足首が曲がることになり、こちらへもアキレス腱が引っ張られます。わずかな動きですが、かかとを浮かせて着地し、衝撃によってかかとが沈んでいる様子がわかります。この瞬間がアキレス腱が伸びている瞬間です。そしてその切り返しで、伸長反射で下腿三頭筋が収縮し、アキレス腱がこっちへ引っ張られながら、アキレス腱自体も縮むことで足首が急激に伸びます。それにより一瞬で爆発的なパワーを発揮できるわけです。つまり低速ジャンプの右足は筋肉をしっかり使うためにぎゅーっと踏ん張るような動作になり、高速ジャンプの左足はアキレス腱をしっかり使うために膝や足首を固めてつま先側で着地し、一瞬で跳ね上がる動作になるのです。ではさらに踏み込む時のつま先の向きにも注目してみます。まず最後の左足から見ていきますが、つま先や膝を内側へ向けながらかかとを浮かせてつま先側で着地しています。このつき方が良い理由は主に3つあります。起こし回転を利用するため、アキレス腱を使うため、怪我予防です。まず1つ目に、左足の高速ジャンプは硬い棒で起こし回転をするのと同じような形だと説明しましたが、そのためには斜めに足を着地する必要があります。この時、助走の方向に膝が向いていると、このように膝が前に出てエネルギーがこちらへ逃げてしまうのです。一方、このようにつま先を内側にして着地すると、足はほぼ一直線になり、エネルギーがこちらへ逃げにくくなります。それによりしっかりブレーキをかけて起こし回転ができるのです。これも実際にやってみていただきたいのですが、このように前につま先を向けて思い切り踏ん張るより、このように足を横に向けて母子球、土踏まず側で踏ん張る方が強く踏ん張りやすいのがわかると思います。この力が逃げずに踏ん張れることが左足の起こし回転には重要なポイントとなるのです。ちなみにシューズの中で足がずれるようでは強く蹴ることはできません。しっかりブレーキをかけてジャンプするなら横ブレしないシューズを選んでください。次にアキレス腱についてですが、つま先をまっすぐに着地するとこのように足をつくことになるので、かかとが下に落ちるスペースがなくなってしまい、アキレス腱を効率よく引き伸ばすことができなくなってしまいます。しかし横向きに着地すればかかとを浮かせて着地することができ、着地の衝撃で足首が曲がりアキレス腱が引き伸ばされ、腱の弾性と伸長反射を生かして爆発的に飛び上がることができるのです。そして3つ目ですが、これは意見が分かれるところだと思います。指導者によっては左足を内側へ向けることに関しては怪我につながるのではないかと、あまり内側に向けない方が良いという考え方もあります。しかし僕の考え方は少し違います。まず膝の骨の形状を見てみるとこのようになっています。これは左足を前から見たものです。
横から見るとこのようになっています。骨だけで見ると硬い部の平らな部分に大腿骨が乗っているだけです。特に横から見ると平らな面の上に球体が乗っている状態ですので、とても不安定に見えます。ではそれを踏まえて助走から踏み込む部分を見てみます。左足は起こし回転を利用するために約55度でつま先側で着地し、膝関節には力が入りやすいように約130度曲げて着地をしますので、この足の形のままつま先を前に向けまっすぐに着地すると、硬い骨は地面から垂直に近い角度で着地をすることになります。硬い骨だけで考えると、助走のエネルギーに側部でブレーキをかけるため、上端がこちらへ倒れるような回転力が生じます。もちろん斜めに着地しても回転力は生じますが、垂直に近くなるとより大きな回転力が生じます。さらに側部にブレーキはかかりますが、体幹部や大腿部はこちらへ進もうとします。それにより膝には折れ曲がろうとする負荷とずれようとする旋断力という負荷もかかります。特に大腿四頭筋には大きな負荷がかかります。そしてもちろんこの膝蓋靭帯も強く引っ張られて緊張します。学生の代表的な膝のスポーツ障害といえばオスグッドシュラッター病やジャンパー膝ですが、オスグッドシュラッター病はこの部分が強く引っ張られるために炎症を起こすものです。そしてジャンパー膝はこの部分の膝蓋靭帯や大腿四頭筋の付着部が引っ張られて炎症を起こす障害です。まさにつま先を前に向けたジャンプ動作で負荷がかかる部分だと思います。一方、このように横向きに着地すると硬い骨を斜めに着地することになりますので、回転力は小さくなります。また硬い部と大腿部は角度が一直線になり、硬い骨と大腿骨の関節面はこのように合わさりますので、先ほどと比較すると折れ曲がろうとする負荷もずれようとする旋断力も小さくなると考えられます。ですので骨の形状からもこのようにまっすぐに着地するより横向きに着地する方が踏ん張る時に安定すると考えられます。ただしつま先を内側へ向けてジャンプする時に絶対に守るべき注意点があります。それは母子球土踏まず側で踏ん張るということです。もしつま先を内側に向け小指側に体重が乗ってしまったら最悪の事態になります。足首をひねり、膝もこのように横に折れてしまい、怪我をしてしまう可能性がとても大きくなります。つまり足へかかる負担と怪我のしやすさをつま先の向きで比較するとこのようになると考えられます。つま先内側で母子球土踏まず側で踏ん張るより、つま先をまっすぐにして踏ん張る方が負荷が大きく、つま先内側で小指側で踏ん張るとさらに大きな負荷となる。このように考えると確かにつま先を内側へ向ける危険性もありますので、あまり内側へ向けない方が良いという考え方があるのもわかる気がします。ですが僕としてはこのように内側へ向けつつ母子球土踏まず側で着地するようにして、横から見て足が一直線になるように着地するのがジャンプを高くするという意味でも怪我予防の意味でも良いと考えています。ただし何度も言いますが、このように小指側で踏ん張る形になるのは本当に危険ですので、しっかり母子球土踏まず側で踏ん張るように練習をすることが大切です。そして右足についてですが、左足を内側へ向けて着地するために右足をやや外側へ向ける必要があります。ただこれに関しては股関節の形状など個人差が大きく、右足をどの程度外へ向けるべきかは一概には言えません。まっすぐに向けても左足をうまく使える選手もいれば、このようにしっかり外へ向けないと左足が蹴りにくくなる選手もいます。こちらは柳田選手の映像ですが、右足をかなり外へ向けているのがわかります。これは右足をうまく使うためというよりは左足につなげるための動きだと考えられます。スパイクのジャンプはどちらかといえば最後の左足の方が重要です。左足の起こし回転とアキレス腱を効率よく使うためにベストな右足の向きを見つけ出してください。それから通常のスパイクとバックアタックとでは、このつま先の向きと左右の足の幅や角度が若干違います。通常のスパイクは助走のエネルギーをジャンプのエネルギーへ変えるためにしっかりブレーキをかける必要があります。一方バックアタックは前に流れるようなジャンプにするために右足のブレーキも緩めて足幅は広くなり、左右のつま先の向きはやや正面を向きます。つまりしっかりブレーキをかけ起こし回転を最大限利用した高さ重視のジャンプをするのか、助走の勢いをスパイクに乗せるような
前に流れるジャンプをするのかで足のつき方をコントロールしているわけです。では次に腕振りにも注目してみます。腕振りも意外と大きな上昇力を生み出します。ちなみに僕は大したアスリートではありませんが、腕振りと上半身の動きだけでもこれくらいは飛べます。腕振りもうまく使えばジャンプのエネルギーになるということです。ではこの腕振りについてバットを使って解説していきます。このバットが腕、つまんでいるこの部分が肩だとします。このバットを振り子の運動から上に向かう上昇力に変えるにはどのようにすればよいでしょうか。答えはこのつまんでいる部分をタイミングよく下から上へ動かすことです。はじめはバットとともに下ろしながらバットが全体的に大きく振れるようにし、真下から勢いよく引き上げます。これはタイミングが早すぎても遅すぎてもダメです。自宅に棒状のものがある人はぜひやってみていただきたいのですが、このように動かすとものすごい大きな上昇力になることがわかると思います。うまく動かすと本当に大きな力になりますので、すっぽ抜けて飛ばさないように気をつけて行ってみてください。振り子の振り始めは大きな弧を描くほど大きなエネルギーが生じます。同じ重さの振り子でも小さく振れるより大きく振れた方が大きなエネルギーになります。バットを普通に振るとバットが描く弧はこのようになりますが、バットとともに軸の部分を下ろすとこのように大きな弧を描くことになり、エネルギーは大きくなるというわけです。そして真下を通過する瞬間に引き上げるとより加速させることができます。これはハンマー投げをイメージしてもらうと良いです。ヘッドが下にある時に思い切りハンマーを引きつけることでヘッドを加速させ、何十メートルも飛ばすことができます。その効果を利用するために真下を通過する瞬間に思い切り引き上げるというわけです。前半は大きく振り出し、より大きなエネルギーを生み出し、真下から急激に引き上げることで末端は一気に加速し、ただ振るのとは比べ物にならない上昇力となるのです。また下から上に切り返す瞬間にはバットの重さ以上のとても大きな重さを感じます。これはクッションのあるボードですが、この上で腕を振るとこの辺りから遠心力によってボードが沈み込んでいるのがわかります。そしてこの辺りから上昇するエネルギーに切り替わります。ではそれを踏まえて足の使い方と合わせてもう一度腕振りを見ていきましょう。柳田選手を見本にしていきます。まずジャンプへ向かう右足を前に出すタイミングで腕を後ろへ振ります。この時腕をリラックスすることで腕が後ろへ取り残されます。力を使って後ろへ振りかぶるわけではありません。そして右足を着地したブレーキによって自然と腕が前に戻ってきます。この時も肩や腕は脱力し大きく振っています。力んでいるようには見えません。そして真下を通過するあたりから上体を起こしていきながら肩から腕を引き上げることで腕は一気に加速しつつ、このあたりでは強い遠心力が生じます。先ほどのボードが沈み込んだこの部分です。この下向きの力がかかることにより足はより強く地面を蹴ることができ、アキレス腱を強く引き伸ばします。そしてこのあたりの腕振りが上昇力に切り替わるタイミングで飛び上がります。注意していただきたいのは、前に素早く振ろうと力んでしまうとこのように肩や肘に力が入って縮こまり、力を入れた割に早く振れないということが起こります。小さい振り子では大きなエネルギーは生まれませんし、力んだからといって加速するわけではないのです。脱力した方がより大きなパワーを発揮できる理由についてはこちらの動画で詳しく解説していますので、興味のある方は概要欄からご覧ください。柳田選手のこの肩を見てください。かなり撫で型になるくらい下に落としきっています。前半は脱力し、真下を通過するあたりで思い切り上に振り上げる、この脱力と引き上げのタイミングが腕振りのコツです。次にジャンプの着地について解説します。着地も怪我予防の観点から軽視できない部分です。スパイクの着地でよく耳にするのは、左足一本で着地するのは良くないから両足で着地すべきだというものでしょう。しかし僕の考え方は少し違い、左足を先についても衝撃を吸収できれば問題ないと考えています。その理由は2つあります。1つ目に、スパイクをより高い打点で打とうとすれば自然と左足着地になってしまうということ。
そして2つ目は、先に左足をつくとしても両足着地のように衝撃を吸収すれば良いと思うからです。例えば立った姿勢で右手をできるだけ高く上げるには、両足で立つより左足1本で立った方が高く上がります。骨盤や背骨はこんなイメージでつながっていますので、骨盤をこのように傾けた方がより高く手を伸ばせるのです。そしてこの姿勢はバランスもとても良いです。詳しくは次回説明しますが、左足と右手が一直線になるのが最もバランスの取れたスイング姿勢となります。実際一流選手のスパイクはほぼ右手から左足が一直線になっています。ですのでこのような姿勢でできるだけ高い打点で打つとなると、その着地は左足からつくのが自然なのです。ただし先に左足をつきつつもしっかり両足で着地し、足首、膝関節、股関節、さらに肩から腕までフルに使って衝撃を吸収するように柔らかく着地するのがベストです。もしかしたら肩から腕を使って衝撃を和らげるというイメージが湧かないかもしれませんので、まずは腕だけで見てみます。先ほどのクッションのあるボードの上で腕を上から下げてみます。腕を下げた瞬間にボードが浮き上がりました。これも実際にやって体感していただきたいです。このように肩から腕を上げ、一気に素早く落としてみてください。一瞬体が浮くような感覚がわかると思います。その直後に腕の重みがかかり、ずしっと足にきますが、腕を下ろす瞬間は体が軽くなるはずです。では衝撃を吸収しない硬い着地と柔らかい着地を比較してみましょう。ボードの上に同じ高さから飛び降りてみます。まずは衝撃を吸収しない硬い着地です。衝撃でボードが大きくしなり、ボードの底が床についてしまいました。こちらは衝撃を吸収する柔らかい着地です。どうでしょうか？ボードのしなりが全然違います。このように関節を柔らかく使うと最大負荷を小さくすることができます。ただし負荷がかかる総量は変わりませんので、こちらの方がより長時間重みがかかります。総量が変わらないなら意味ないじゃんと思うかもしれませんが、そんなことはありません。なぜなら一時的に大きな負荷がかかる方が怪我のリスクが大きくなるからです。たとえ負荷の総量が同じでも、時間をかけて分散させる方が体への負担は少なくできるのです。ちなみにこのようにしっかり関節を曲げながら着地すると、一瞬の大きな衝撃は和らぎますが、太ももの筋肉は辛い感じがすると思います。しかしそれは関節部にかかる負担が筋肉にも分散していると考えてください。楽な動作が必ずしも体にとって良い動作だとは限りません。先ほども言いましたが、学生はオスグッドシュラッター病やジャンパー膝など繰り返すジャンプ動作によって膝に痛みが出ることも多いです。まずは意識的に大げさなくらい柔らかく着地をする練習もしていただきたいと思います。助走からジャンプへ向かう右足を出すのと合わせて腕を後ろへ振る。腕はリラックスして後ろへ取り残されるイメージです。そして棒高跳びの棒のように速く地面とできるだけ平行に遠くへ右足をつきます。右足はややつま先を外へ向け、かかとからついてしっかり踏ん張る低速ジャンプです。左足をつく直前から上半身を起こしていきながら肩を引き上げ、一気に腕を振り上げていきます。左足は軽く膝を曲げた状態で、特に足首を強く固め、つま先を内側へ向け、かかとを浮かせて斜めに足をつき、一瞬で飛び上がる高速ジャンプです。そして着地では肩や腕を上げた状態から着地の瞬間に下へ下ろし、足首、膝、股関節を柔らかく使って衝撃を吸収します。これが僕の考える理想のジャンプです。ただし筋肉やアキレス腱が未発達の状態では、最後の一歩を広くすることも、左足の高速ジャンプで一瞬で跳ね上がることもできません。詳しい練習方法は次回に説明しますが、初めは無理をせず、徐々に助走のスピードを上げ、怪我のないようにトレーニングしていただきたいと思います。この動画が絶対的な正解だというわけではありませんが、少しでもジャンプの知識を得ていただき、意識して改善できそうなポイントを見つけてほしいと思います。そしてそれを意識しながら反復練習をし、さらにそれを無意識にできるようになった時、あなたの競技レベルは間違いなく上がっているはずです。ぜひ明日からの練習に取り入れてみてください。さて次回はスパイクの科学スイング編です。
そちらでもなぜこのように腕を振ると良いのか、左腕の意味は、体幹はどう使うのかといった部分まで詳しく解説していく予定です。また助走からジャンプ、スイング動作までの具体的なやり方、練習方法についても紹介していきますので、興味のある方はチャンネル登録をしてお待ちください。グッドボタンやコメントをいただけると本当に励みになります。だいぶ長くなりましたが、長時間最後までご視聴ありがとうございました。It's no use living if you're already dead. It's not worth saying if it's